はい、こんにちは、梅野です。本日はフィルターを使って梅の花を撮っていこうと思います。はい、では早速撮っていきましょう。例のごとくあんまり咲いてないんですけども、まずはこの変光フィルターを使って撮っていこうと思います。まず変光フィルターがどんな効果があるのか見ていきましょう。はい、変光フィルターの効果ですけども、今が変光フィルターが効いてない状態になってまして、で変光フィルターを使うと空の青さがもっと深くなっていきます。のけると白っぽくなってきて、変光フィルターを使うと青の深みが増していく、そういう効果があります。あとはこういう植物撮るときに光に当たって葉っぱとかがこう反射してると思うんですけれども、これも変光フィルターを使うと反射が消えて本来の緑っていうのが分かるようになってきます。でこちらが変光フィルターを使ってない時で、こちらが変光フィルターを使用した時になります。結構色味が変わると思いますので、風景写真とか撮る時は変光フィルターをぜひ使ってみてください。はい、ではここ撮っていきましょう。この梅の木の上の方、先端のところに白い梅の花がポツンと咲いてますので、あそこを切り取って撮っていきましょう。でその周りの花は咲いてないものの枝の形が結構こう尖ってて綺麗なので、そういうとこも含めて撮っていきます。でここを変光フィルターを使って空の青さをより深くして撮っていきましょう。はい、カメラの設定していきます。ここは F 値5に設定して、白いお花のところにしっかりピントを合わせるのと、ちょっとこうトゲトゲしい枝もしっかり写したかったので F 値5に絞って撮っていきます。シャッタースピードは320分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。露出プラマイ0のマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。まず JPEG 取って出しの状態で、これが変光フィルターを使ってない状態の写真になります。空の青さはちょっと青というよりはちょっと霞んだような青になってまして、でこちらが変光フィルターを使った状態の JPEG 取って出しの写真になってます。さっきの状態に比べると空の青さがより深くなったのがわかるかと思います。使ってない状態はちょっと白っぽい空になってますけれども、変光フィルターを使うと青空がより青くなって綺麗になります。でレタッチした後の写真がこちらになります。3分割の左上の交差点に白い花を配置しまして、下の枝がですねトゲトゲしい感じに四方八方に生えていて、梅の花の綺麗さとちょっと対比というか正反対の性格になっているかなと思ったので撮ってみました。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここのお花を撮っていきましょう。斜めに生えてきている枝のところに咲いていて上を向いてますので綺麗かなと思ったのでここを撮っていきます。背景がですね普通に撮ってしまうとこのごちゃごちゃした状態になってしまいますので、人ん家のお家ですけども、あそこにちょっとブルーの綺麗な壁がありますので、そこを背景になるようにして撮っていきます。そうすることでシンプルな背景になるのと、色の青とピンクの対比になるので綺麗かなと思いますので、ここから撮っていきます。はい、で青い壁なんですけれども、変光フィルターを使わない状態だとこっちの梅の木がですね反射してまして邪魔になりやすいです。でここも変光フィルターを使ってあげると反射がちょっと消えてマイルドになりますので、これをぼかして使うことで青色の背景として使うことができます。変光フィルターがなかったらこういう風に反射して映ってしまいますので、ちょっとうるさい背景になってしまうんですけれども、変光フィルターを使うとスッと消えて、さらにボケさせることで綺麗な背景として使うことができます。はい、カメラの設定していきます。ここは F 値4に設定しまして、背景をボケさせるのと手前のお花のところにピントを合わせたかったので、F 値4にちょっとだけ絞って撮っていきます。シャッタースピードは640分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。
露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。日の丸構図に梅の花を配置しまして撮ってみました。で、背景は先ほどの青い壁のところを背景にしてますので、後ろがごちゃごちゃせずにシンプルな背景になったと思います。で、動画で撮ってたみたいに変光フィルターを使うことで余計な反射が消えてますので、背景が青色一色の、綺麗な色になって撮ることができました。それでは次撮っていきましょう。はい、次はこのブラックミストフィルターを使って撮っていきたいと思います。ブラックミストフィルターは光を拡散してくれるフィルターになってますので、光のあるところ、これじゃ分からんか。光を柔らかく分散してくれるフィルターなので、逆光の写真とかを撮るときにいいかなと思います。で、次はこれを装着して逆光の写真を撮っていきます。はい、ではここ撮っていきましょう。ここに光が透けている白い梅の花がありますので、ここを撮っていきたいと思います。で、ブラックミストフィルターを使って撮っていくので、光が分散する効果があります。なので太陽の光をちょっとだけ入れて撮ることで、優しい光に包まれているような写真が撮れるんじゃないかなと思うので、ここを撮っていきます。で、このままやと太陽が入らないので、ローアングルから構えてちょっと太陽を見上げるような形で撮っていこうと思います。はい、カメラの設定していきます。F 値は4に少し絞って花びらのところにしっかりとピントが合うように設定しました。シャッタースピードは2500分の1秒出ますので、ISO感度100で OK です。露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。前回の梅の動画でも多分似たような写真撮ったんじゃないかなと思うんですけど、左上に太陽の光が入ってまして、右下のところに花びらが透けた梅の花を配置しています。で、ブラックミストを使ったことで太陽の光がトゲトゲしいというか強い光にならなくて明るいんですけれども、全体的に柔らかい光に変わってくれています。そのおかげで写真全体の光が柔らかい印象で写っていますので、若干幻想的な雰囲気の写真になったんじゃないかなと思います。そしたら次撮っていきましょう。はい、次はここ撮っていきます。ここに上の花がありまして、下のところに緑があるので、下の緑と白いお花の対比になって綺麗かなと思ったので、ここを撮っていきます。で、今ブラックミストフィルターをつけてますので、上のお花を撮るとちょっと太陽の光が入ってきてしまって、写真全体のコントラストが下がって白っぽい写真になってしまいますので、できるだけカメラを上に構えてから一番下の梅の花にピントを合わせて撮っていきます。そうすることでコントラストの低下を抑えつつ、撮りたいところはしっかり撮って、背景のこの真っ白になっているところ、ここの光を柔らかい背景に変えることができると思うので、そういう感じで撮っていこうと思います。はい、カメラの設定していきます。ここはお花と緑のとこ、もうそこだけの写真を撮りたいので F 値 2.8 にしてピントが合う範囲を狭くして撮っていきます。シャッタースピードは1600分の1秒出てますので ISO感度100で OK です。露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。F 値を 2.8 に設定したことで、梅の花と下の緑の草、その辺にピントがありまして、その他はボケて撮れています。で、背景の真っ白になってたところ、あそこはですね、ブラックミストフィルターを使うことで柔らかい光の背景に変わってくれたので、写真全体を見ると水の中にいるような、そういう雰囲気の写真を撮ることができたんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここの梅の花を撮っていきましょう。背景のところがコンクリのこの地面があって白く反射してますので、あれを背景に入れて撮っていきます。
でブラックミストフィルターを使うことで、光が柔らかくなるんですけれども、コントラストも同時に下がってしまいますので、ああいう背景の強い光を一緒に入れることで写真全体のコントラストが下がります。でそれを使ってエアリーフォトみたいにちょっと柔らかいソフトフォーカスな雰囲気の写真を今回は撮っていこうと思います。はい、カメラを設定していきます。ここは F 値4に設定して花びらのところにしっかりピントを合わせつつ、遠くに離れた背景の光に使うところはしっかりボケさせて撮っていきます。シャッタースピードは1600分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。梅の花をシンプルに撮りまして、背景のコンクリートに反射した光を梅の花の後ろに入れて撮ってみました。でそこの光は普通に撮ると結構きついんですけれども、ブラックミストフィルターを使うことで柔らかく拡散された光に変わっています。で梅の花のところももう少し陰影があって立体的な写真だったんですけれども、ここもブラックミストの効果でちょっとコントラストが低下した写真になっています。でこの撮った写真のハイライトを上げたりとか色を変えることで、エアリーフォトっていうジャンルの写真にレタッチすることができると思うので、今回はそういう感じで撮ってみました。はい、今回はフィルターを使って写真を撮りに来ておりました。今回使ったフィルターは反射を消してくれる変光フィルターと光を拡散してくれるブラックミストフィルターの2種類を使って撮ってみました。普通に撮るよりも、フィルターを使ってあげることで写真のバリエーションを増やせますので、まだお持ちでない方は、数千円するんですけれども、ぜひ購入してこれから梅の写真とか桜の写真とかいろいろ撮ってみてください。それでは今日はこの辺で帰りたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。